メイクアップアーティストのはるかです。今回はコンシーラーを使う時の5つのポイントをご紹介します。以前コンシーラーを使用した動画にコンシーラーを使うと目が小さく見えてしまいます。何かアドバイスがあれば教えていただきたいです。というコメントをいただいたので、今回はコンシーラーを使う中でも目周りのカバーについてがメインになります。コンシーラーでカバーしつつ目を大きく見せるために気をつけたいアイメイク方法やクマカバー、涙袋メイクについての復習もしていきますので、メイクのご参考にしていただけると嬉しいです。一つ目のポイントは目周りのベースメイクを薄く仕上げることです。下地やファンデーションが厚付きな上にコンシーラーを使用するとさらに厚付きになってしまいメイク崩れの原因になります。さらに目周りをカバーしすぎると涙袋の影や目元の立体感など自然な陰影までもカバーすることになるので目が小さく見えてしまう原因になります。薄付きで仕上げてもメイク前に比べるとこのようにくすみや色ムラなどは自然にカバーすることができますし、メイク崩れ対策もできるので目周りのベースメイクは薄く仕上げることがポイントになります。2つ目のポイントはコンシーラーを直付けしないことです。コンシーラーを直付けすると量の調節が難しくたっぷりつきすぎてしまい厚付きやカバーしたい部分が余計に目立ってしまう原因になります。慣れていらっしゃる方は量の調節もできると思いますが、メイクが苦手な方やメイク初心者の方はブラシで塗ることをお勧めします。ブラシで塗るときは手の甲やスパチュラの上で一度ブラシになじませてコンシーラーの量を調節すると厚付きにならずにカバーができて、コンシーラーがしっかり肌に密着することによってメイク崩れ対策もできます。カバーしたい部分だけをピンポイントでカバーできるので、コンシーラーのつけすぎによる目が小さく見えてしまうというお悩みも防ぐことができます。3つ目のポイントはコンシーラーを目の際に塗らないことです。こちらは今回ご紹介する中でも一番重要なポイントになりますので、ぜひ取り入れていただきたいです。目の際までコンシーラーを塗ると涙袋の自然な影も全てカバーしすぎてしまい、目の縦幅が短くなることによって目が小さく見えてしまう原因になります。さらにコンシーラーの油分が目の際にあることによってメイク崩れもしやすくなります。目の際はこの後アイシャドウも塗りますし、コンシーラーでカバーしなくても下地、ファンデーションで十分カバーができているので、目の際よりも少し下、涙袋の下の部分くらいを目安にして薄く塗ることがポイントになります。ここでクマカバーの復習をすると、まずはベースカラーとなるナチュラルなカラー、またはお悩みに合わせたカラーを塗った後に、クマの境目に明るいカラーのコンシーラーを塗ってなじませます。クマは立体的でへこんでいるので、境目に明るいカラーを塗ることでハイライト効果により少量のコンシーラーでもしっかりカバーができますので、ぜひお試しください。4つ目のポイントはカバーした後はしっかり陰影を作ることです。ベースメイク、コンシーラーを薄付きで仕上げても目元のくすみ、色ムラをカバーしたことによって明るさが出るので平面的になり目元の立体感は少なくなります。アイシャドウ単色で狭く塗るだけだとメイク前よりも目が小さく見えてしまうので、カバーした分アイシャドウやハイライト、シェーディングで目元の立体感を作ります。アイシャドウを広く塗ることによって目幅が出てグラデーションを作ることで立体感が出せます。さらに眉下にハイライト、ノーズシャドウとして眉頭の下の部分にシェーディングをすることで目元の立体感を強調させることができます。仕上げにアイラインで目幅、マスカラで立体感をプラスすることで目元全体の印象も強くすることができるので、コンシーラーでカバーした分アイメイクで陰影を作ることがポイントになります。このようにアイメイクをすることで目元の印象を出すことができますが、上まぶたのメイクだけだと目幅を出し切ることができないので、目を大きく見せるために最後の5つ目のポイントは下まぶたメイクをすることです。コンシーラーでカバーしたのに薄いアイメイクでさらに下まぶたメイクをしていないと目元の立体感がなく目が小さく見えてしまいます。
ここで下まぶたメイク、涙袋メイクの復習をすると、目尻側をメインに下まぶた全体に広くアイシャドウを塗ります。目尻側の目の際にアイシャドウがついていると目が小さく見えてしまう場合があるので、ついてしまった場合は綿棒で軽く拭き取ります。次に目の際よりも少し下の部分にシメカラーを塗って下まぶたにもグラデーションを作ります。以前の動画でもご紹介していますが、トレンドのコンシーラーペンシルで涙袋を作る方法は、目頭側から黒目の外側くらいにまでコンシーラーペンシルで涙袋を描いて、ムラになってしまった場合は綿棒で軽くなじませます。その上からハイライトカラーやグリッターを塗るとピタッと密着してメイク崩れもしにくくなります。さらに強調したい場合は仕上げに涙袋の影を薄く描きます。このように下まぶたメイクをすると目の縦幅を出すことができるので、目が大きく見えて、さらに頬の長さを短く見せることができるので小顔効果もあります。こちらの5つのポイントを取り入れて仕上げていただくと、コンシーラーを使用すると目が小さく見えてしまうといったお悩みの対策ができると思いますので、ぜひお試しください。今回ご紹介したポイントを復習すると、1つ目、目周りのベースメイクを薄く仕上げること。2つ目、コンシーラーを直付けしないこと。3つ目、コンシーラーを目の際に塗らないこと。4つ目、カバーした後はしっかり陰影を作ること。5つ目、下まぶたメイクをすること。コンシーラーでくすみ、色ムラやクマカバーをしながらも目を大きく見せることができます。今回ご紹介したメイク方法がお役に立てると嬉しいです。その他のコンシーラーの使い方や下まぶたメイク、涙袋メイクなどの関連動画も概要欄に載せておきますので、よろしければそちらもご覧ください。こちらのチャンネルではおすすめのコスメや日常メイクに取り入れやすいメイクテクニックをご紹介しています。動画がお役に立てた場合は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムでもメイク、コスメについて更新しているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。動画のご感想やリクエストなどがあればコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。